ルンだよ。今日はアーケードアーカイバーの生配信番組のためにハムスターさんの本社に来てるんだ。なんと僕が生出演しちゃうのだ。ハムスターさんはこのビルの10階行くにはこのエレベーターに乗らないといけないんだけど、乗れるかな？とりあえずやってみなきゃ。チャレンジ文書10階へゴー。着いた。文書ギリギリだったけどなんとか乗れた。ここがハムスターさんの会社か。こっちが生配信する場所86スタジオ。こっちが出演者の控え室。ゲーム芸人藤田様って書いてある。すごい。僕藤田さんと一緒の控え室なのか。会えるのかな。楽しみ。これからリハーサルだから86スタジオに入ってみたいと思うよ。失礼します。ここが86スタジオか。この場所で毎週木曜日にいろんな会社のゲームクリエイターさんたちを呼んで生配信してるんだね。僕もその仲間入りができるなんて嬉しいな。ここ通れるかな？パックマンのポスター落とさないようにしなきゃ。文書なんとか通れた。このモニターのところから先に進めない。しょうがない。こうなったら僕の手だ。生配信では別の姿に変身して登場したいと思うよ。生放送が始まった。台東からはお林さんと富山さん。そして僕バブルンが出演。さあ、じゃあ、はい、バブルン。はい、バブルに会いたい。一応来てはくれたんですけどね。はい、いろいろちょっと若干トラブルがありまして。トラブル？はい。先ほどの様子をちょっと紹介してもらっていいですか？はい、どうぞお願いします。いや、これマジですよ。これうちの会社ですね。ガチですこれ。すいません、でかいんですけど。でかいですよ。RB でドラゴンですからこう出れなかったわけじゃなくて、入った中に出るのが当たり前で出たんですよね。なんとか出ました。出たんですね。出ましたね。出た後今度86スタジオです。こちらですね。このスタジオね。はい。来たんですけど、挟まったこれ以上いけないんですよ。ここで引っかかったんですよね。どうやってもいけないんですよ。なんでもう今回は申し訳ない温泉なんですか今日は。じゃあここには来ない？ちょっと違った形で来てもらおうかなと思って。はい。なんでちょっと彼はねゲームのキャラクターでもありますので、そうですね。いうことで電脳的にね。そうですね。はい。じゃあみんなで声合わせていきまはい、行きましょうか。せーの、バブルーお願い来て。これかな？あ、来た。これか。あ、すごい。何これ？はじめましての人ははじめまして。バブルンだよ。本当は違う姿で来たかったんだけど、僕が大きすぎて入れなかったからこの姿になったよ。というわけで今日はこの姿でめちゃくちゃ喋ります。実はこの時めちゃくちゃ緊張しちゃって表情が硬くなっちゃったんだ。バブルン、こんばんは。はよんぱー。じゃあちょっといきなり尺取っていいですか？はいはいはい。10秒ぐらい待っていいですか？どうぞ。バブルン、アクションゲームのさセガの10号機って知ってるかな？ハダッシュなら知ってるよ。斎藤社員名僕もですけどめっちゃ好きっすね。この日のアーケードアーカイバーはファミ通のデデオさんが裏面のスーパーバブルボブルをプレイしてくれたよ。でこれ今ちょっとねコマンドを入れてましてスーパーバブルボブルっていうのができるようになってあるので、この後ちょっとタイトル画面が出るんでちょっと見てみましょう。タイトル画面の左上に注目してください。スーパー本当だ。スーパー今度言い終わってるね。いつの間にかスーパードン・キホーテみたいな感じじゃないですか。スーパードン・キホーテ。なんでユニバーサルのゲームそこでびっくりしました。デデオさんが全100面をプレイしている間、浜田社長からの10の質問があって、それに僕が答えていったんだ。バブルンにお聞きしたい10のことのコーナー。
ルにはいろいろなアイテム、フードが登場します。好きなもの、嫌いなものはありますか？ああ、いい質問ですね。聞きたいですね僕もねこれ。好きなものはね、お、フルーツが好き。バブルボブルのゲームでもたくさん出てくるよね。嫌いなものは梅干しだよ。僕 YouTuber をやってるんだけど、この辺りのプロフィールは僕のチャンネルバブルンチャンネルで自己紹介動画を上げてるからよかったら見てみてね。チャンネル登録もよろしくね。すいませんいきなり告知ぶっ込みちゃいましたね先輩が。ちょっとバブルン厚かましい。申し訳。ちょっとためが入る。バブルボブルの資料もいろいろ紹介したよ。初めて見た人もいるんじゃないかな。ありがとうございます。プレイするときに大事なテクニックも載っていて、真ん中はその中でも泡の上でのジャンプについて書かれてるページだよ。レベオさんがプレイ中にたくさん使ってるよ。すごい。見たい。第2問。バブルボブルはステージ2が100もあり、さらに裏面もあります。得意なステージ、苦手なステージはありますか？そうそう。得意なステージはやっぱり1面かな。絶対毎回やるステージだから、もう目をつぶっててもできちゃうんじゃないかな。苦手なステージは19面とかかな。19面。あかなり細い隙間に落ちちゃうさっきのそうですねと出れなくなっちゃうんだ。さっきね、ちょっと危なかった他にもね。泡ジャンプじゃないと抜け出せないステージとかは慣れないうちは早くスカルモンスター出てきて僕をやっつけてって気持ちになるよ。99面とかも泡ジャンプが極められてない時は30分ぐらい何もできなくてスカルモンスターにやられ続けたことがあったよ。第5問。バブルンには苦手な相手はいますか？やっぱりお林さんですか？なんか答え苦手な人って先輩いらっしゃるんですか？言えない。やっぱりスカルモンスターだね。どんなに動き回っても追いかけ回されて大変な思いをたくさんしたな。ラスカルも苦手かな。ラスカル。ラスカルもいきなりジュワーって出てくるから苦手。レベオさんがもしかしたら出してくれるかも。さっき実はラスカル出しました。こっそりと。ラスカルは、まあ、いわゆるエーパボスキャラとして出てくるんですよね。そうなんだ。そうですね。ラスカルはダラヤス2にも出てきますね。からね。ドライストってことはシューティングですよね。そうですね。すいません先輩ナムコのシューティングでゼビウスって好き？ゼビウス。マスター・オブ・ウェポンなら知ってるよ。質問の合間に林さん、富山さんが僕が知らないゲームの話を振ってくるんだけど、僕は対等のゲームしか知らないから答えられなかったよ。シューティングでアイレムの R タイプってなんだけどさ。陸海空最前線だったらわかるよ。どうやっても他社のゲームを言わない。波動砲は撃てないんですよ。波動打たないんだやっぱり。ラスカルそろそろラスカルさんご出演します。来た。はい。そろそろ出るんじゃないかなと。そろそろ。いますラスカル。あ、来た。すげえ。これで出せるのがすげえ。これ大丈夫ですか？これやられちゃうんじゃないですか？これね、そろそろ脱出していい？はいお願いします。これ危ないバブルやばいです。よし。本当すごい。生放送ですよねこれね。すごいな。何でも自由自在にできちゃうっていう。ナイスプレー。僕が活躍するゲームはたくさん出ているけど知らない人もいるかもしれないのでバブルボブル、パズルボブルシリーズのつながりを説明したよ。僕が活躍してるゲームってバブルボブル2やバブルボブル3って副題についているゲームがいくつかあったりして分かりづらいからまとめてもらったよ。バブルシンフォニーは出てくるのは僕バブルンとボブルンなんだけど実は初代のバブルボブルの僕たちじゃなくてその孫のストーリーなんだ。タイトルデモでスーパードランクにお前たちのおじいさんに受けた恨み今こそ晴らしてくれるって言われるよ。だから
初代のバブルボブルの僕とボブルンの恋人はベティちゃんとパティちゃんってなってるんだけど、バブ恋人ルシンフォニーの僕たちと仲良しの友達の名前はクルンとコロンだよ。僕たちと同じアワハキドラゴンにされちゃってクルルンとコロロンになっちゃったけど、だからクルンとコロンに浮気して乗り換えたわけじゃなくて世代が違うだけだよ。ああ、そういうのね、安心だ。いや安心してもちろんちゃんと新作の宣伝もしてきたよ。ずっとバブルボブルのお話をしてたんだけど、来年実はパズルボブルの最新作が発売予定で、そのお話をちょっとしてもいいかな。パズルボブルシリーズの最新作、ニンテンドスイッチ用ソフトパズルボブルエブリバブルが来年の春に発売予定なんだ。みんなよろしくね。 2コイン目を今入れそうしましたね。てるうちにビデオさんがプレイしていたスーパーバブルボブルがいよいよ最終面まで来ていたよ。そうですね。まだ入んないでくださいよ。でちなみにこのでかいのはこれがスーパードランクですね。はいでこれが最後のボスっていうことですかそうですね。そうそう。で今デジオさんはそのはい入って入って入って。じゃああるある。サンキューでもうダメだ、やっちゃう。あれね、怒らすとね、ちょっとやばいね。6秒くらいしかなかった。そうだね、うっかり入るタイミングを言うの忘れてた。おお、あ、またパパが。ボブルに100万点あげようと思ったんですけど。あ、パパママ。すごーい。人間の姿に戻れた。人間になれた。おハッピーエンドずっとね、早く人間になりたいって言ってましたからね。慣れましたねな。りました。やりました。そしてコートをクリア。ナイスプレー。僕らが出演した第1部の最後ではちゃんと挨拶もしたよ。でなんか12月の放送だったからプレの挨拶もしているよ。今日はすっごく楽しかったよ。みんなありがとう。ありがとうこれからボブルン。も僕のゲーム出ることがあったら遊びに来たいな。来年もよろしくお願いします。あとパズルボブルエブリバブルもバブルンチャンネルもよろしくお願いします。バブルボブルもたくさん遊んでね。今日のゲスト、まずファミ通のデデオさん、はい。そして台東の富山さん、おはよさん、そしてバブルンでした。バブルンありがとう。ありがとうございました。バブルン。してもらったんだけど、僕らの第1部が終わった後は藤田さん、乱食ディーノさんが登場する第2部。第2部ここでもデデオさんが残って今度はバブルボブル表面をプレイしてくれたよ。プレイヤーだってちょっと藤田さん差し置いてちょっとやるのちょっと恥ずかしいんですけど。いやでもスーパープレイヤーだってもう自称してるわけでしょ。いやそれなんぼのもんか見せてもらわないと困りますよね。そして第2部の最後は藤田さんによる爆笑バブルボブルギャグで締めてもらったよ。バブルボブルのナンバーよりあ行かさせていただきます。ナンバーよりはいナンバーより行かさせていただきます。はい。それでは行かさせていただきます。おめえのバブルが俺に来るだろうがやったー。あ、バブル割れちゃった。決まりましたね、完全に。私は好きですよ。ということでじゃあおやすみなさーい。バリオン。サイバリオン来た。来た。デデオさんそこで喜ぶんだ。そこで喜ぶんだね。はい。いや本当に良いお年を本当に今年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。実はこの後元の姿に戻った僕は藤田さんとリーノさんの出待ちをしてたんだ。番組の中では直接挨拶できなかったからね。藤田さん、乱食ディーノさん、お疲れ様です。はじめまして、男色ディーノと申します。バブルンと申します。バブルンがいるよ。あ、どうも藤田と申します。バブルンです。はじめまして。結構でも激しい動きしてるね。いや、そりゃそうよ、元気いっぱいだから。おー、いいね。可愛いけどぎっしりバ詰まって。ブルン今年はどうだっ新しいチャレンジがたくさんできた。いい一年だったた？よ。おー、いいこと言うな、バブルンは。なんて言ったの？あなんて言ったの？ああれ藤田さんには聞こえなかったかな。心に響いたよ。響いた、確かに響いた。ああ、そう。バブルンいいこと言うんだよ。僕、でね。藤田さんのことえ、テレビとか YouTube で見ててなるほど。ずっと会ってみたいなって思ってたんだ。あ、でもなんか言いたいことありそうだね。バブルンそれでね、え藤田さんの一発ギャグお見てみたいな。おー、だって。それはもう期待に応えるしかないよ。お願いします。ああ、バブルンがそんな一発ギャグ見たいって言ってんだからそれはやるしかないよ。でもうね、そうするとパズルボブルのナンバーになってくる。ん、いいんじゃないですか。
おめえのバブルが俺に来るんだろうがよ。これバブルボールギャグなの本当に果たして本当にでバブル割れちゃうんですもん。ああなるほど、あ割れちゃったバブル。心に響きました。なるほど割らないように頑張ってくれっていう人生も何もかも心にあるバブルを割るなでバブルってこんな大きいのここに来れるわけじゃないですか。まあね、だってドアより幅が広いのに出てきたわけでしょ。いろんなところに行けるんですよ、まあここに来れるんだったらね、このハムスター社に来れるんだったら、はうちにも来る？言い方悪いな行きたいいんですかあんな家にいやあんな家って自分が言うことだからあなたが言うことじゃない。いやいや言うならば俺だから。言っちゃえばあんな家じゃんあんな家に来んのバブルン来る？絶対行勇気あるなじゃあ今度ぜひ来てください。く。よろしくお願いします。来ることが決まりました。行くことが決まりました。本当にいいんだね後悔しないね